序章、愛という名の元素。あなたは今、愛していますか？それとも、愛しているつもりになっているだけでしょうか？多くの人間は、孤独を埋めるための道具をパートナーと呼び、脳内で分泌される一時的な快楽物質を愛だと錯覚しています。もし、あなたのその感情が、純粋な愛情ではなく、自身の欠落感を埋めるための自己愛の延長だったとしたら、相手を見ているようで、実は相手の瞳に映る自分に酔っているだけだったとしたら、残酷な真実をお伝えしましょう。心理学の世界において、恋愛感情と執着、そして依存の境界線は、極めて曖昧で、そして危険なほど似ています。しかし、決定的な違いが一つだけあります。偽物の愛は、時間を経るごとにあなたを蝕み、精神をすり減らし、最終的には自己崩壊へと導くのです。今日は、あなたの心に救うその感情の正体を暴きます。あなたが一度も恋をしていなかったことを示す6つの兆候。これから語る言葉は、あなたの過去の記憶を汚し、現在の安らぎを破壊するかもしれません。しかし、その絶望の先にしか、本物の関係性は築けないのです。覚悟はいいですか？それでは、あなたの脳内で行われている愛の偽装工作を、一つずつ剥がしていきましょう。第一章、理想化の呪い。あなたは誰を見ているのか？一つ目の兆候。それは相手の欠点を脳が勝手に修正しているという現象です。あなたはパートナーに出会った当初、相手を運命の人だと感じませんでしたか？趣味が合う、笑いのツボが同じ、まるで自分の半身を見つけたような高揚感。心理学ではこれをハロー効果や結晶作用と呼びますが、グレー心理学の観点から言えば、これは単なるご都合主義的な幻覚です。フランスの作家スタンダールは著書恋愛論の中で、恋のプロセスを結晶作用という美しい言葉で表現しました。枯れ木が塩の結晶で覆われ、ダイヤモンドのように輝く様子に例えたのです。しかし、冷静に考えてみてください。その内側にあるのは、ただの枯れ木です。もしあなたが、相手との関係において完璧さばかりを目にしていたとしたら、それは愛ではありません。それは投影です。ユング心理学において、アニマやアニムスといった元方を相手に押し付け、自分の理想とするキャラクターを相手に演じさせているに過ぎません。例えば、相手が無口であることをミステリアスで思慮深いと解釈していませんか？それは、単に、コミュニケーション能力が低いだけかもしれません。相手が束縛してくることを愛が深いと解釈していませんか？それは単に、支配欲が強く、あなたを所有物として見ているだけかもしれません。本当の愛とは、相手の醜さを認識した瞬間に始まります。だらしない一面、自分勝手な発言、情けない姿、それらを見たとき、あなたの脳内からドーパミンという名の麻薬が消え去り、冷ややかな現実が突きつけられます。偽物の恋をしている人間は、この現実に耐えられません。彼は変わってしまった。昔の彼女はもっと優しかったと嘆きます。いいえ、違います。相手は最初からそのままでした。変わったのは相手ではなく、あなたの幻覚フィルターの効果が切れただけなのです。もしあなたが、相手の欠点に対して裏切られたと感じたり、直してほしいと強い欲求を感じたりするのなら、それは警告サインです。あなたは相手そのものを愛していたのではなく、相手というキャンバスに描いた自分の理想画を愛していたに過ぎないのです。自分に問いかけてみてください。もし相手が職を失い、容姿が衰え、あなたに何のメリットも提供できなくなったとしても、それでもその傍らにいたいと思いますか？それとも、そんな人だとは思わなかったと言って、別の美しいキャンバスを探しに行きますか？残酷ですが、人間の脳は予測誤差を嫌います。あなたが感じているストレスは、愛の試練などではありません。単に、自分の妄想と現実のギャップに対する脳のエラー反応なのです。第2章、速度の罠、リメレンスという名の病。2つ目の兆候は、関係の進展が異常に早かったという事実です。あなたの記憶を巻き戻してみましょう。出会ってから交際、あるいは深い関係になるまでの期間はどのくらいでしたか？もしそれが、数週間、あるいは数日という短期間で燃え上がるような感覚だったとしたら、それは愛ではありません。心理学用語でいうところのリメレンス、あるいは衝動的執着と呼ばれる状態です。多くの人は、このスピード感を運命の引力だと勘違いします。ビビッときた、昔から知っているような気がした。ロマンチックな響きですが、脳科学的に言えば、これは単なる不安の裏返しに過ぎません。人間は、未知の相手に対して強い不安を感じると、早くその緊張状態から脱するために、相手との距離を急速に縮めようとします。これを焦燥な自己開示と呼びます。出会って間もない相手に、過去のトラウマや深い悩みを打ち明け、相手もそれに応える。一見、魂が共鳴したかのように見えますが、これは共依存関係のセットアップ完了の合図です。本物の愛には、退屈なほどの時間が必要です。信頼とは、ドーパミンの爆発によって生まれるものではなく、
実績の積み重ねによってしか構築されないからです。関係心理学者のロバート・スタンバーグが提唱した愛の三角理論において、愛は親密性、情熱、コミットメントの3要素で成り立ちますが、この中で情熱だけが唯一短期的に急上昇し、そして急降下する性質を持っています。もしあなたが相手のことをよく知りもしないのに、来年の旅行や将来の家の話、あるいは子供の名前の話などで盛り上がっていたとしたら、注意が必要です。あなたは相手との現在を見ているのではなく、脳内で作り上げた未来のシミュレーションに恋をしているだけです。これをファンタジーボンド幻想の絆と呼びます。現実の相手は食事の仕方が汚いかもしれないし、金遣いが荒いかもしれない。しかしスピードを上げて関係を既成事実化してしまえば、その現実を見なくて済みます。つまり関係を急ぐ心理の根底にあるのは、相手の真実を知りたくないという恐怖なのです。ジェットコースターに乗っている時のドキドキは愛ではなく、落下する恐怖に対する生理的反応です。あなたのその恋は単にスリルを楽しんでいるだけのアトラクションではありませんか。そしてアトラクションには必ず終わりが来ることをあなたは無意識に知っているはずです。第3章演技性パーソナリティ、オーディションを受け続ける日々。3つ目の兆候、それは相手の前で常に良い自分でいなければならないという強迫観念です。あなたはパートナーと会った後、家に帰って一人になった瞬間、どっと疲れを感じることはありませんか。まるで重要なプレゼンテーションを終えた後のような、あるいは舞台の幕が下りた後のような虚脱感。もしそうなら、あなたは恋人という関係性の中で終わりのないオーディションを受け続けていることになります。本物の愛における最大の特徴は心理的安全性です。これは無言でいても気まずくない、あるいは弱音を吐いても見捨てられないという確信です。しかし偽物の愛、すなわち承認欲求に基づく関係においては、この安全性が欠落しています。あなたは無意識のうちにこう考えていませんか。面白い話をしなければ飽きられる、常に魅力的でなければ他の誰かに奪われる、不機嫌な顔を見せたら嫌われる。これは心理学者 D.W. ウィニコットが提唱した偽りの自己の概念で説明できます。相手に愛されているのは作り上げた完璧なペルソナ、仮面であって本当の自分ではないという自覚があるため、あなたは片時も仮面を外すことができません。相手が愛しているのはあなたの演技であってあなた自身ではないのです。例えば相手の好みに合わせてファッションを変えたり、相手の意見に対して反射的に同意したりしていませんか。それは協調性ではなく迎合です。自分の輪郭を消してまで維持しなければならない関係など、寄生虫と宿主の関係と何ら変わりません。思い出してください。あなたは相手の前でおならができますか。泣きわめくことができますか。今は放っておいてほしいと相手を拒絶することができますか。もし相手の機嫌を損ねることを極端に恐れ、常に顔色を伺っているのなら、それは愛しているのではなく、支配されている、あるいは評価を求めている状態です。あなたはパートナーという名の審査員から合格の札をもらうために必死になっているだけです。残酷なことを言いますが、あなたが必死に演じているその理想の恋人の役はいずれ限界を迎えます。人間は一生演じ続けることはできないからです。そして仮面が剥がれ落ちた時、相手はこう言うでしょう。君は変わってしまったと。最初から本当のあなたを見せていなかった代償はあまりにも大きいのです。第4章スコアボードの心理学。愛は取引ではない。4つ目の兆候。それは無意識のうちに損得感情をしているという事実です。あなたの心の中に見えないスコアボードが存在していませんか。私はこれだけしてあげたのに彼は何もしてくれない。誕生日に高価なプレゼントをあげたのだから、それ相応の見返りがあるはずだ。もしパートナーとのやり取りにおいて貸しや借りという概念が頭をよぎるなら、それは愛ではありません。それはビジネス取引です。心理学ではこれを交換理論と呼びますが、愛の領域においてこの理論が優位になるのは関係が破綻している証拠です。愛とは本来贈与の概念に基づきます。相手が喜ぶ顔を見ること自体が報酬であり、それ以上の見返りを求めない状態です。しかしあなたが一度も恋をしていなかった場合、あなたの行動原理は常に投資対効果 ROI に基づいています。連絡をすぐに返したのに既読スルーされたと腹を立てるのはなぜでしょう。それはあなたが連絡を相手をコントロールするための通貨として使っているからです。自分の通貨を支払ったのに商品、相手からの反応が提供されないことに対する消費者としての怒りなのです。またこの兆候は犠牲という形でも現れます。あなたのために私は夢を諦めた。お前のために俺はこんなに働いている。これらは美しい献身の言葉に聞こえますが、その実態は罪悪感の植え付けです。相手に負債を負わせ、逃げられないように鎖でつなぎ止めるための高度なマニピュレーション心理操作です。真に愛し合っている二人は
スコアをつけません。どちらかが多く負担する時期があっても、チームとしての総量でバランスが取れていれば良いと考えるからです。ことこの取引ではなく、私たちという一つの有機体としての生存戦略を取るのです。もしあなたが日々の些細な喧嘩の中でどっちが正しいか、どっちが謝るべきかという勝ち負けにこだわっているのなら、あなたはパートナーと戦っています。愛する人とは戦いません。戦うべきは二人の間に立ちはだかる問題そのものです。隣にいる人間を敵か取引先としか認識できないのなら、その契約は今すぐ解除すべきでしょう。第5章所有という名の折、嫉妬の正体。5つ目の兆候は、相手の世界が広がることを恐れているという心理です。パートナーが新しい趣味を始めたり、新しい友人と出かけたりすることに対して、不安や不快感を感じたことはありませんか？私との時間が減ってしまう。誰か他の人の影響を受けて変わってしまうのが怖い。この感情を嫉妬や愛の深さだと美化しないでください。これは、相手を所有物として見なしている証拠です。心理学的には分離不安の一種であり、もっと言えば、あなたの自信のなさが露呈しているに過ぎません。あなたが愛していなかった場合、相手はあなたの自尊心を保つためのアクセサリーや精神安定剤としての機能を果たしています。だからこそ、相手が自立し、あなたなしでも人生を楽しめるようになることが許せないのです。相手が成長することは、あなたの支配下から抜け出すことを意味するからです。本当の愛は、相手の自由と成長を心から祝福できます。たとえそれが、自分との時間を犠牲にするものであっても、相手が輝くことそのものを喜べるのです。これをコンパッション慈悲と呼びますが、執着に基づいた関係にはこの要素が欠落しています。どこに行っていたの？誰と会っていたの？これらの質問は、関心ではなく監視です。あなたは刑務所の監視のように、パートナーという囚人が脱走しないか、常に目を光らせているのです。相手の世界が自分だけで完結することを望む心理。それは、相手を愛しているのではなく、相手の翼を折り、鳥かごに閉じ込めておくことでしか安心できない、あなた自身の病んだ心が生み出したエゴです。もしあなたが、パートナーが仕事で成功したり、自分より優れた人間と交流したりすることに、かすかな妬みや焦りを感じるのなら、認めてください。あなたは、相手の不幸や停滞を望んでいるのです。なぜなら、弱くて依存的な相手でいてくれた方が、あなたは必要とされる優越感に浸れるからです。それを愛と呼ぶのは、あまりにも相手に対する冒涜だとは思いませんか？第6章孤独の回避。一人でいることへの恐怖。最後の、そして最も残酷な6つ目の兆候。それは、パートナーと別れた後の自分を想像したとき、悲しみではなく恐怖を感じることです。別れをシミュレーションしてみてください。その時、あなたの胸を締める感情は何ですか？彼女がいなくなって寂しいという、特定の個人を失う悲しみでしょうか？それとも、一人になってしまう、次の相手が見つかるか不安だ、週末の予定が埋まらなくなるという、自身の状況に対するパニックでしょうか？もし後者なら、あなたは相手を愛していたのではありません。あなたは、一人でいることから逃げていただけです。これを心理学ではモンキーバー現象と関連づけて語ることがあります。猿が運転を渡る際、次の棒を掴んでからでないと前の手を離さないように、次の依存先が確保できない限り、現在の関係にしがみつく心理です。多くの人は、自分自身と向き合う時間を恐れています。静寂の中で聞こえてくる内なる声、自分の空虚さ、無価値観、それらを直視しないために、常に誰かを隣に置いておきたい。パートナーは、その空虚な穴を塞ぐための線として利用されているに過ぎません。愛していない証拠に、あなたは心のどこかで、常にもっといい人がいるかもしれないという可能性を探っていませんか？今のパートナーに不満を持ちながらも、別れないのは、愛があるからではなく、一人になるよりはマシという消極的な選択の結果です。これはサンクコスト効果、埋没費用の呪縛でもあります。もう3年も付き合ったから、親にも紹介してしまったから、過去に費やした時間や労力が惜しくて、未来の幸福を犠牲にする。それは、暴落し続ける株を持ち続けている投資家の心理と同じです。そこに愛はありません。あるのは、損切りできない執着と、変化への恐怖だけです。本当に愛していたのなら、別れは身を引き裂かれるような痛みとして訪れます。しかし、愛していない場合の別れは、生活基盤が崩れる恐怖あるいは世間体を失う不安として訪れるのです。あなたの涙は、相手のための涙ですか？それとも、自分の安泰が崩れることを嘆く、自己憐憫の涙ですか？最終章、愛の定義を書き換える。ここまで、6つの残酷な兆候を見てきました。もし、これらに一つでも深く思い当たる節があるのなら、絶望する必要はありません。むしろ、喜ぶべきです。あなたは今日、初めて自分の感情の正体を知ったのですから、自分は一度も恋をしていなかった。そう認めることは、敗北ではありません。それは、
偽りのドラマから降り、自分の足で人生を歩み始めるためのスタートラインです。エーリッヒ・フロムは名著愛するということの中でこう述べています。未熟な愛は言う。愛している。あなたが必要だから。成熟した愛は言う。あなたが必要だ。愛しているから。順序が逆なのです。必要だから愛するのは依存です。愛している結果として必要になるのが自立した大人の愛です。今、隣にいるパートナーを自分の欠落を埋める道具としてではなく、一人の独立した人間として見ることができますか？脳内麻薬の興奮が冷め、理想のフィルターが外れ、何のメリットも提供してくれない、ありのままのその人、それでも大切だと思えますか？もし答えがノーなら、勇気を出して手を離してください。それは相手のためであり、何より、あなた自身が本物の愛に出会うために必要な儀式です。孤独を愛してください。自分自身の空虚さと向き合い、それを自分で埋める術を学んでください。誰かがいなくても幸せでいられるようになった時、初めてあなたは誰かを愛する資格を得るのです。本物の恋は落ちるものではなく築き上げるものです。あなたの次の恋が脳のエラーではなく魂の選択であることを願っています。それではまた次の真理の深淵でお会いしましょう。エンディング。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の分析で心がざわついた方は、ぜひコメント欄であなたの体験を共有してください。それは、あなた自身を癒す第一歩になります。そして、もしこの動画があなたの呪いを解く鍵になったなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。私たちは、ビジレイクで飾られた偽りの心理学ではなく、あなたの人生を変えるための劇薬を提供し続けます。では、さようなら。